どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、水草は好きですか？自分は大好きです。水草といえば、色とりどりの有形草から成長の遅い陰性水草まで幅広い種類があります。個人的には生態と同じくらい好きなんですが、さすがに生態のように1種類ずつ動画で水草を紹介することはありません。理由はいくつかあるんですが、そもそも一つの水草では動画のネタとして弱いということが挙げられます。ロタラ系統とかも1種類ずつ紹介してたらキリがないですし、解説できるほど違いがあるとも限りません。なので、自分の場合は購入した際にさらっとお見せしたり、レイアウト水槽を立ち上げる際に一気に紹介することが多いです。アクアリウムをやる上で水草は欠かせないですし、愛好家も多いですが、生態に比べると動画コンテンツという意味ではちょっと扱いづらいわけですね。そんな単体で動画にしづらい水草なんですが、中には熱狂的なファンがいる種類もあります。その水草は何かというと、ブセファランドラです。自分も動画で何回か触れていますが、個人的にも大好きな水草です。最後に動画にしたのは密輸させられそうになった話ということで、若干ネガティブな話題でしたが、今回はそんな内容ではないのでご安心ください。そもそもブセパランドラって何って方もいると思うんですが、簡潔に説明すると、2022年現在輸入が禁止されている成長の遅い陰性水草です。輸入規制に関しては寄生虫が原因で、採取地であるインドネシアからの輸入が止められてます。そういった兼ね合いもあり、希少性が高く成長が遅いのもあって高額になるケースが多いです。ただ、輸入が禁止されたからといって全く購入することができないわけではありません。現在はファームで増殖させたものをアクアショップで購入することができるので、入手性はそこまで悪くないです。アクアショップで流通しているのは密輸されたものではないので安心してご購入ください。フリマサイトで購入する場合は、そういった密輸株をつかまされる危険性もあるので、自己責任でお願いします。そんな感じで、高額になりやすいブセファランドラなんですが、先ほどもお話ししたように、ポピュラーな種類は入手性も高く安価です。まあ、安価とは言いますが、ポット売りで2、3000円、1株でも1000円から2000円するので、アクアリウムをやっていない人からすると高いですよね。そのブセファランドラの中でも自分が一番好きなのは、クダガンという種類で、ブセの代表的存在でありながら、かっこよさはピカイチ。黒光りする歯に浮き出るラメは世の男を虜にします。そんなクダガンも例に漏れず、一株数千円の世界なため、自分も以前、石付きクダガンを5000円もするのにお得に買ったって自慢してました。このように、ブセも他の水草の販売形態と同じように、ポット売りもあればバラ売りもあり、石付きの群生株なんかもあって、様々な形で販売がされています。というわけで今回は、もしかしたらお安く手に入れられるかもという野望を胸に、初めて購入するブセファランドラがお得なのかを見極めていきたいと思います。というわけで早速開封していきます。今回のブセファランドラはペットバルーンで購入してきました。生態と一緒に購入したので梱包がでかいです。まだ寒い時期だったのでしっかりと回路も入ってます。ちゃんとこうやって乳白色のビニールに包まれてるのが水漏れ対策も考えられてていいですよね。というわけで今回紹介するブセの一つ目がこちら。ブセファランドラクダガンです。価格は6300円。これは組織培養水草で有名なトロピカ社のものです。以前はリミテッドエディションといって、周りの帯が黒で銀地が金といういかにも高そうな組織培養水草として売られていたんですが、
最近は普通の組織培養と同じ感じになってるようです。自分もアクアリウム始めたての頃にリミテッドエディションの管ガンを見たんですが、その頃はブセファランドラという水草も知らなかったので、なぜこの水草だけ6000円を超える高価格で販売されているのかわからずスルーしてました。正直今なら帯がかっこいいって理由だけで買ってたかもしれませんね。続いて出てきたのはこちら、ブセファランドラピグマエアです。価格は購入当時6000円。こちらはこの組織培養水草でしか見たことがない種類のブセファランドラです。隣の絵から察するに、グリーンウェイビーのような深緑で、ちょっと縦長な波打つ葉になるようですね。また、ピグマエアの表記の隣に、ブキットケラムと書いてありますが、これはどうやら産地のようで、読みはブキクラムというみたいです。こちらの組織培養水草は自分がよく行くお店でたまに見かけるんですが、ポット売りなどでは全く見たことがないです。おそらくポット売りはアクアフルール社という別の会社が出しているものが多いので、ラインナップ的にないんでしょうね。両方見た感じがこちら。正直ブセを買った方ならわかると思うんですが、株の多さが尋常じゃないです。組織培養特有の葉の小ささはありますが、株単価で言えば破格なのではないでしょうか。おまけに自分は購入時に開催されていたペットバルーンのイベントの 30% オフクーポンを使って購入したので、1個4000円台で買いました。さすがに1個6000円の水草を買うのは気が引けたんですが、このタイミングで買っておかないと後悔すると思って購入を決断。4000円なら通常2から3株の価格なので、セール中であれば勝ち確です。というわけで、今回は組織培養のブセファランドラが実際に安いのかを見ていくんですが、先ほどもお話ししたように、ブセは1株1000から2000円程度で取引されているので、6000円ということを考えると、6株以上入っていれば割とお買い得と考えられます。ただ、1株は1株でも、見てもらったらわかる通り、小さなカップに収まる程度の小株なので、今すぐ立派な株が欲しいという方には向いてないかもしれません。それでは実際に株がどれくらいあるか見ていくんですが、開けないと見れないので開封していきます。まずは管ガンの方から。実は購入して1ヶ月以上そのまま放置してたんで、先ほどの映像と状態が変わってます。このままカップに入れてると悪くなりそうということもあって、別のところに植え込むために急いで開けている状況です。開封してみるとそこまで状態は悪くなさそうです。というか、逆に新芽も生えてきて若干ボリューム増えてますね。通常の組織培養水草だと成長が早いがゆえに売れ残るとすぐ枯れるイメージですが、ブセなどの陰性水草は逆に売れ残って時間が経っているものの方がお得かもしれません。どうやって引き抜こうか考えたんですが、ちぎれそうで怖かったので全て一気に取り出しました。思った以上に下部分も状態がいいです。ダメ元でライトの光が当たるところに放置しててよかったです。続いてはピグマエア。こちらも同じ環境下で放置してたんですが、管ガンよりも状態はあまりよろしくなさそうです。光が強すぎたのか枯れてる葉がちらほら。皆さんは買ってすぐ開封することをお勧めします。というわけで寒天を取って株分けした状態がこちら。あまりにも小さいので1株ずつに分けることはしませんでした。多分目利きできる方なら丁寧に1つずつに解体できると思うんですが、極力いじらない方がブセにもいいかなと思って数株くっついたままのものも多いです。基本的に手で触ってポロッと取れるレベルのものだけばらした感じです。結果的にこの塊は11個取れました。その中には 4,5 株くっついているものもあるので20株以上はあると思います。続いてはピグマエア。こちらは管ガンと違って株の数は少なめです。塊が7個なんですが、1株カウントっぽいやつが多いので
おそらくあっても10株といったところ。まあ、この種類に関してはポット売りもされていないので、これしか選択肢がないってのもあり、比較は難しいところ。そんな感じで、組織培養水草のブセファランドラは、おおむね株数だけ見ると圧倒的にお買い得なことが分かりました。ただ、お見せした通り株自体は小さく、ポンと入れるだけですぐレイアウトに使用できるかと言われれば厳しいです。そして、聞いた話によると、無菌状態で育成された組織培養ブセは、水中にいきなり入れると溶けやすいとのこと。なので、立ち上げ初期の水槽に入れるとアンモニアでやられそうなんで、下準備が必要だと思います。ということで考えたのがこちら。ダイソーのガラスポットで半水中用化させてから導入しよう作戦です。このガラスポットの蓋を閉め、湿度 100% で管理することで、水上にも水中にも移行しやすいブセを育てようと思います。実際にうまくいくかはわかりませんが、蓋をするので水やりもそこまで必要なく、手間もかからないのがいいところです。定称はプラチナソイルのスーパーパウダーを使用。なんか、ブセを育成されている方の中では、ソイルの上に水苔とか敷いてるっぽいんですが、小難しいことはわからないので、これでとりあえずいきます。それでは早速植栽していくんですが、ソイルも濡らさずにいきなり突っ込んでます。動画見返してセルフ突っ込みするくらいには奇怪な行動なんで、皆さんが植栽するときは必ず水でひたひたにしてから植栽するようにしましょう。このポットのサイズは確か直径13センチくらいだったと思うんですが、このポットの中に組織培養1カップ分をすべてぶち込みます。おそらくこれだけ密度高く植栽してしまうと、葉が重なって状態が悪い葉が出てきたり、大きな株に育ちにくいと思います。自分はレイアウトに使用するときには、ちょっと小さめくらいの方が使いやすいと思ってるんで、無理やり入れてるだけなので、あまり真似しないようにしてください。ピグマエアは7個しか塊がなかったので、割と余裕がある感じです。水をソイルが浸水するくらいまで入れたら完成。続いて、管ガンを植栽しているんですが、あまりにも作業に集中しすぎて、作業風景がフレームアウトしてます。ギリギリ見える感じだと、またソイルを濡らさず植栽していることでだいぶ苦戦しているようです。管ガンはピグマイアよりも圧倒的に株数が多いので、全部収容させるだけでも大変でした。作業中はこんなに入れちゃっていいんだろうかと、なぜかよくわからない罪悪感に苛まれながら作業してます。植栽終盤に差し掛かったところでフレームアウトに気づいたようで、ようやく画面の中心にポットが来ました。一株しかない小さな小株を頑張って詰め込んでますね。あとは水を先ほど同様浸るくらいまで入れたら終了。というわけで2つの組織培養ブセをガラスポットに移したものがこちら。明らかに管ガンの人口密度がやばいんで、皆さんが真似するかは別として、効率よく増やしたいならもっと余裕を持ったスペースを取ることをお勧めします。ピグマイアの方は割といい感じのスペースが空いてると思います。ただ、2、3株の方が小株も出やすい気がしますし、葉もしっかりしたのがつきそうですね。自分の用途的には溶けやすい組織培養ブセをある程度耐性のある半水中用にしたいというのが一番の目的なので、こういう風にしました。具体的な管理方法としては、以前作った水上栽培ファームに蓋をした完全密閉状態で放置し、気が向いた時に蓋を開けて換気をした後、霧吹きを行うという完全ズボラ方式で管理しています。これがうまくいけば嬉しいです。というわけで、組織培養ブセはお得かどうかの結論なんですが、株単価で見ると圧倒的にお買い得ということが分かりました。ただ溶けやすいという噂もあったり、株自体が小さく、レイアウトの即戦力になるとは言えないところが難点です。そこら辺も含めて今回の育成方法で無事に成長させることができればお勧めできるので頑張りたいところ。今後の成長過程もできるだけお伝えしたいと思うので、
気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。